グルーで作る VTuber の立体的な帽子の作り方、特別講師として木綿先生にね、来ていただきました。どうですかね、この立体感。3D で作られてるんじゃないかなっていう気がしちゃうぐらいですけど。通常のモデリングでは難しい模様やパーツの回り込み、斜めに被った帽子のパーツなど、特殊なクリッピングマスク素材等を使わず製作する方法です。いろんな角度に対応ができ、かつ嘘パーツなども織り込めるので、アニメ的な表現も可能なモデリング方法を解説させていただきます。今回はシルクハットを作りますので、パーツ分けは帽子の上面、本体、あとつばの構成になりますね。かなりシンプルですよね。もうほんと3つだけでできるっていう形で、実際のその帽子の型紙をイメージしてパーツ分けをしていただくと、より分かりやすく作りやすいかと思いますね。で、まず、立体にする前に平面の状態で角度の Y 動きを作りますので、角度 Y0 ですね。の時は正面を向いているので平たく潰していきます。こんな感じでギュッとしますね。で、次に角度30の時は上を向いてつばの裏面が見えるので、デフォーマーがひっくり返るように変形させています。なるほど、逆向きに。はい、逆向きになります。じゃあ今度はこの帽子上部 Y が入っているパーツを引っ張ります。これでデフォルト状態に戻して引っ張る。ここがもうですねそうなるんだっていう。こういう三角帽子でもいいし、なるほど。広がったものもできるということですね。こういう感じですね。モデルに合わせた回転範囲の設定。帽子は帽子で回れるようになったよっていう。そうですね。でも VTuber モデルは VTuber モデルで、動きが違うので合わせなきゃいけないですよね、VTuber モデルは。はい、位置調整用の回転デフォーマーを一番上の親に作って、モデルの角度に合わせるときは、回転デフォーマーを親にしてつけると全体の位置をつけるのに便利ですね。あかりちゃんにスポットかぶせてあげて、こんな風に斜めにもできるという形ですね。こういうかぶせ方をするっていうのが確定したらキーを打っていただいて大丈夫です。そして XY が動いたときに、まずは位置が追従するようにですね、こういうふうに位置を動かしてあげる。っていうところですね。この X でね、X が回転するんだから大丈夫じゃないかと皆さん思われるかもしれないんですけど、斜めに被ってるとちょっと縦にも動くっていう状態になるんですよね。なので今この状態で動いてるところを見ていただくと分かるんですけど、この横を向いた時に斜め上に帽子が回転してるみたいに見えちゃうんですよね。ここでちょっと下に下げた状態、この形をコピーしてっていうところですね。これで X にペーストしてあげるという。で、奥側も同じく、向かって左側、こっち側ですね。こっち側向いたときは、帽子がちょっと奥側に倒れてほしいので、上を少し向いた、斜め上を向いたところからフォームのコピーをしてくるという形ですね。配布データが2種類今回は入れさせていただいてまして、月城あかりちゃんのアンダーバー立体帽子 .cmo3 というモデルが今、ここまでね、ご解説いただいた内容になっております。より見栄えよくしていくみたいな調整も追加させていただいたんですけれども、そちらが月城あかりアンダーバー立体帽子アンダーバー微調整追加というモデルですね。微調整追加版のモデルではどういった調整が追加されてますよっていうのをお話しさせていただきますね。今回この作ってあるパラメータ